プクリンやけくそ強化アップデート 3.5.0 速報。ジャスパルと申します。プクリンがなかなかにやけくそ強化されました。アップデートバージョン 3.5.0 が終了しましたので、現時点で判明している変更点など速報形式でお伝えしていきたいと思います。ということで、プクリンなかなか大きめの強化をもらいました。後ほどね、私のプクリンで恐縮なんですけれども見ていきたいなと思います。ということで、バージョン 3.5.0 アップデート内容についてです。いつもポケモンスリープをご利用いただき誠にありがとうございます。本アップデートで以下について改善しております。ストアより最新バージョンにアップデートすると反映されますアップデート内容。まずは新機能、新しいイベントキャンペーンの準備ということで、ポケモンピックアップウィークドラゴンとラティオスと心の雫の詳細などが追加されたものと思われます。詳細が追加は嘘ですね。データが追加されました。詳細はイベントキャンペーンのお知らせをご確認くださいということで、まずここで一つなんですけれども、ラティオスのお知らせまだ来てないよというね状況になっているんですが、前回のこのイベント予告ラティオスと心の雫の最後にですね、伝説のポケモンラティオスとその他イベントの詳細についてはまた来週お知らせいたします、お楽しみにと先週の時点で告知がありまして、どうやらね水君イベントの時はメンテナンスがあった翌日にお知らせの告知が来たよということみたいなので、明日金曜日のお昼になるんでしょうかね、午前7時になるのかちょっとねわからないんですけれども、ラティオスの詳細は明日来るんじゃないかなと思われます。そんな感じです。で、ジジイロンの寝顔のデータがすでに追加されていそうだよってことで、軽く確認してみましょうか。ちなみにラティアスの前、ここはボーマンダなのでラティオスのデータはまた今度ということになっているみたいです。おそらくねラティアス同様星3寝顔までがあるというポケモンになるんじゃないかなと思います。で、このままウトウトタイプ見ていくと、ここですね、これがおそらくジジイロンの寝顔であると思われます。お腹の上根まである寝顔ということになっているみたいですね。で、なんとですね、ジジイロン体長 3.0 メートルあるポケモンということで、前回追加されたガチゴラスが 2.7 メートルなんですよね。なのでガチゴラスを抜いて現在ポケモンスリープに登場する全てのポケモンの中でカビゴンのお腹の上に乗っているポケモンとしては最大のサイズを誇るポケモンとなりました。ガチゴラスはダメでジジイロンは OK と。で、雪の王はダメで海竜は OK ということになったので、やっぱちょっとチクチクするとか寒いとか、ガチゴラスが寝てる間に間違えてカビゴン噛んじゃったら怖いとか、なんかそういうことなんじゃないでしょうかね。カビゴン側がちょっと断っているという可能性が示唆されましたね。ということでジジイロンはお腹の上根まである寝顔ということが判明しました。そして若草本島についても寝顔は、星3寝顔がない、3つになってるんじゃないかなと思います。3つになってました。若草本島もね、そんな感じとなっております。さあ、それ以外も見ていきましょう。で、お次、バランス調整であります。一部のお手伝いポケモンのお手伝い能力を調整ということで、まずはプクリン、お手伝い時間短縮、食材確率がアップ、最大所持数がアップとなっております。こちらですね、ニトヨンさんが速報を出してくださっておりまして、お手伝いスピード2900秒から2750秒に5.5% ほど短縮されたよということでした。150秒の短縮となりましたね。お手伝いスピード S が 7% 短縮ということになっているので、それに近いぐらいは短縮してもらったということで、結構な強化になりました。100秒ぐらいかなと思っていたのでだいぶ早くなりましたね。また食材確率がアップについては、もともと 17.4% と言われていたところ 19.1% になったんじゃないかということでした。こちらはね 9.8% ほど、ざっくり 10% ほど増加したみたいですね。食材確率アップ S のサブスキルがプラス 18% 食材確率を上げるものとなっておりますので、それの半分ぐらいふんわり食材の能力上がったよと。これにお手伝いスピードの分も掛け合わせてそれなりには上がったかなという感じであります。そして最大所持数、ここもう望み通りというかやけくそ強化となりました。元々の所持数が23個であったところから32個にプラス9個されることになりました。お手伝いスピードの増加分とこの食材確率のね増加分で
今までのプクリンよりはね、最大所持数が埋まるまでの時間が早くなっていたかなと思うんですけれども、それを補ってあまりあるぐらいのやけくそ強化なんじゃないかなと思います。プクリンは食材を多めに蓄えられるよという新たな個性を得たことになるかなと思います。で、ちょっとね、まだね、各計算ツールなどへの反映は済んでいないっぽいタイミングとなっておりますので、実際にどれぐらいスキルの期待値が増えたかとか、食材の能力が上がったかみたいなところはまた後でどこかのね、別の動画でお伝えしたいなと思いますが、もうお手スピもかなり上がりましたし、最大処理数ももちゃこちゃに増えたということで、ニンフィアのスキル期待値超えてきたんじゃないかなと思われるほどの強化になりましたね。結構プクリン強化されました。ここまで強化されてもサーナイト、パーモット、ツボツボの壁は高いということなんじゃないかなと思いますが、これまでね、プクリン使っていた人にとっては本当にめちゃめちゃありがたい強化ということになってるんじゃないかなと思います。ということでね、せっかくなので私のプクリンも見ていこうかなと思います。すでに6000時間以上一緒に寝ているプクリンがいるんですけれども、現在 SP4720 ということなんですが、メンテナンス前 4407SP でありましたので、なんと 313SP 増えるということで、まあまあ増えましたね。パーセンテージにすると何パーセントぐらいだろう7% ぐらいとか増えてるのかなね。だいぶね強化される運びとなりました。なんかそんなにねがっつり SP 増えるとは思っていなかったので結構びっくりしましたね。そしてお手伝いスピード、うちのプクリンはもともとが32分37秒だったということなので、どれぐらい減ったんですか、100秒ちょっとぐらい減った形になりますね。うちのプクリンねかなり爆速のプクリンだったので、5.5% ぐらい速くなったよという感じなんですけれども、元がね爆速だと上昇幅もそんな大きくは見えないんですけれども、しっかりもう大元に直すと150秒分の短縮を受けているという形になっております。そして私のプクリンお休みリボン2000時間プクリンでありますので、最大処理数40個ということで、これマジで嬉しいなシンプルにありがとうプクリンとなってます。40個はねさすがに化け物ですね。丸ノーブがねかなりやけくそ調整されてるんですけれども、お手伝いスピード40分で30個というね、この時点で結構いかれた所持数をしているんですけれども、プクリンもねお手伝いスピード30分ちょっとで40個というなかなかのやけくそ強化をもらうことができまして、個人的にはにっこりとなりますね。この強化によってかなりプクリンは最大所持数アップ系のスキルはなくていいんじゃないかなというふうに思われます。そういった特徴付けになりましたね。実際の能力はまた計算ツールに反映されたら見ていきたいと思います。そして料理での元気回復効果を調整、こちらも追加されております。私もね早速元気が69だったスイ君がプラス3回復するというですね、今までよりも回復量の増加見えていたわけなんですけれども、ちょっとね確定じゃないんですけど、多分こうなったんじゃないかなと思います。まず元々の元気の回復量に関しては、20刻みというか81より少ない80未満61以上、60未満41以上みたいな感じでね、20刻みで回復量が増えていたというところから、おそらく80から下は10刻みで元気回復量が増えているものと思われます。80から71まではプラス2回復して、最大で0から10までの元気の時は9回復するものと思われます。ちょっとね速報でまとめたものになるので、もし間違っていることあればお教えいただきたいなと思うわけなんですけれども、今までよりももっとね細かく10刻みで元気多少は大きく回復してくれるようになったので、これ1日3食あるという風に考えると、なかなかねこう元気オールとかがへたっちゃった日とかでもそれなりに回復できたりとかね、元気が回復できなくてボックスにいる子たちをご飯のタイミングで出してね回復してあげるだけでも、それなりに回復できるようにはなったのかななんて思いますね。非常にありがたい元気の料理での元気回復量の調整ということになっております。その他一部テキストの修正及び表現の統一や、その他軽微な不具合の修正回収が行われているみたいなんですけれども、ここの部分に関してなんですが、そうですね、まずは一つ
私が気づいたというか、これ前々からありましたっけね。このマップのところのフィールド一覧ってやつ、右下、これもともとあったのかな。なんかね、びっくりマークがついていたので新しく追加されたのかなと思ったんですけど、もともとあったような気もするので謎ですね。シンプルになんだっけ、ジジイロンの寝顔が追加されたからびっくりマークがついていたとか、そういう話になりますかね。ちょっとねここ謎なんですけど、もともとあったかどうかをね記憶忘れてしまっているのでお教えいただけたらなと思います。まあなんかフィールド一覧ね、こんなようなやつあったような気もするんですが、なんかびっくりマークがついていましたそしてですね、 X で見かけたポストになるんですけれども、機内モードにしている状態でポケモンたちをタップした時にスキルを使ってくれていたかどうかっていうのがね、今まで反応してたんですよね。確かね、機内モードにしてポケモンをタップした時にスキル発動するといわゆるピコーンっていうアイコンが出るじゃないですか。でアイコンが出た上で確かネットに繋がっていません的なポップアップが表示されたかなと思うんですけれども、そのスキル使ってるかどうかはもう機内モードでタップしてもわからないというような状況になっているみたいです。もともとこれが確認できると何ができたんですかね。で私がねちょっと普段あんまりそれをやっていなかったので、どういった影響があるのかっていうのはねいまいち分かってないんですけれども、もしかするとそのお手伝い抽選的なところ、スキル発動抽選的なところがなんか事前に抽選されているやつを出しているっていうんじゃなくて、もうその都度サーバー通信になったとか、そういう内部的な仕様の変化があったりなかったりなどしたのかもしれませんね。ちょっと詳しいことはわからないんですけれども、そういう変化があるらしいということみたいです。その他ね、やっぱこう書かれていないいろんな細かい変化あったりなかったりするんじゃないかなと思うので、もしご存知の方、何か気づかれた方はねコメントでお教えいただけますと幸いです。という感じのアップデート 3.5.0 となっております。てなわけでね、なかなかやけくそ強化されましたプクリンではありますけれども、実際ねサーナイトだったりツボツボたちにどこまで迫ってくれているのかというのはまた別の動画でお伝えしたいなと思います。そしておそらく明日ラティオスリサーチ、ラティオスイベントの詳細が来るんじゃないかなと思うので、心待ちにしておきたいなと思います。というわけで、何か気づかれたことありましたり、なんかね間違っていることがあればぜひともお教えください。そんなアップデート 3.5.0 の速報でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして非常に助かります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それでは明日ラティオスの詳細、そちらもねしっかりと動画にしていきたいなと思いますし、来週どこ行くの動画は明日にはアップできないかもしれないんですけれども、なるべくラティオスイベントの情報を組んだ上でなるべく早くアップしたいなと思いますので、よろしければチャンネル登録など、お済みでない方はしていただけますと幸いです。明日も動画たくさん出していきます。しっかり眠って準備もドラゴンピックウィークに向けても準備してやっていきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。